皆さん元気ですか？フリーディアです。今日はちょっと出回っているタグがあるんですけど、そのタグは50 things about me or 50 facts about me。それは、皆さんが多分知らない、50個を紹介したいと思いますので、じゃあ、長くなっちゃうから、ちょっとパパッといきましょう。では全部 iPhone に書いてあるので、いきます。私は日本とブラジルのハーフです。結構皆さんが知らなかったりしてるので、なんか日本とアメリカとか聞かれるんですけど、違います。日本とブラジルのハーフです。生まれはドイツなんです。そうね、日本とブラジルの人がなんでドイツね、うちのお父さんの仕事でドイツ生まれのちょっとだけドイツ育ち、ブラジル育ち、日本育ちのバージニア州とかペンシルベニアちょっと東の方のアメリカ育ちです。はい。アメリカが多分一番長かったんですけど、アメリカにいながらなんかブラジル行ったりドイツ行ったりしてたので、多分一番長くて、その次が日本12年間住んでました。イエイ。私は日本語と英語を話せます。これはみんな知ってるよね。はい。2つは話せるんですけど、ポルトガル語も多分行けば話せるんですけど、なかなか喋れる人がいないので、ちょっとヒアリングも最近ダメになってきたから、はい。勉強しなきゃ。勉強する。本名がフリーディアです。はい。今まではちょっと芸名の名前を使ったりしてたんですけど、今はフリーディア本名でいきます。お願いします。皆さん知ってるかもしれないんですけど、昔は日本の、芸能界テレビもやってたので、その時の名前は梢凛だったんですけど、さっきのに戻ってフリーディアです。お願いします。私は作ることが大好きなんです。もう何でも本当にこう手を使って頭を使って作ったりするのが大好きです。多分一番最近作ってるのは絵描いたりとか、あと最近エッツィにもちょっといろんなものを出そうかなと思ってるので、それを作ったりしてます。で、作るものが好きだから、私はもともとロスで洋服のブランドはいくつかやってました。モナムールとか、F&J とかアンネモラとか。アンネモラは結構セレブの人も来てくれてたので、もうすごい興奮したの。キム・カーダシアンとかジェシカ・アルバとかハリー・ベリーハウもうすごい嬉しくて、はい、それは結構思い出にありますね。今はフリーランスデザイナーです。デザインの仕事してます。やっぱりファッションが大好きだから、なかなか離れるのは難しいですね。ファッション大好き。私は結構おちびさんで、身長が5'3" っていうのは160センチなんです。意外とちっちゃい。本当はね、私はもっと背高かったりするはずだったんだけど、ダメだった。高校の時はバレーボール部だったんです。それも背が伸びるかなと思ってバレーボール部に入ったんですけど、結局ずっとベンチ。前は日本にそういう俳優さんとかアーティストが来たりすると、私はインタビューしてたんですけど、結構そういうセレブの人に会うと、わってなるじゃないですか。スターストラック。でも私はあんまりならなくて、みんなすごいなと思うんですけど、なんかドキドキとかはあんまりしなくて、唯一もう興奮しすぎて言葉が出なかったっていう人は、ブランディのデビー・ヘリー。憧れ。もう彼女かっこよすぎて、もうってインタビューもみたいな感じで、でもすごい嬉しかった。一緒に写真撮ったし、サインもらったし、あと私がプレゼントしたピンをライブ中につけてくれたから、すごい興奮。楽しい。小さい時はバレエを習ってましたけど、私は指のなんていうの、足の指先でピピピピってやりたかったんだけど、先生にまだダメって言われて、でもそれでも
ピピピピって練習とかしてたりしてて、そうすると毎回怒られてたの。ダメなの、まだ指先でやっちゃダメだよって言われてたけど、もう言われ続けてたからやめました。小さい時は体操をやってたので体が結構柔らかいです。匂いにとっても敏感なんです。もう本当になんかが臭いとか思ったりするとすぐってなったりするし、いい匂いはすぐもう何その匂いってなったりするので、本当に敏感なんですよ。常にいい匂いがしてないとダメなんですよね。いい匂いっていうかもう本当に無の匂いとかでもいいんですけど、なんかね、匂いに敏感だからキャンドルとかなんかそういうお香とかが大好きなんです。日本に引っ越してすぐに、インターナショナルハウスに住んでたんですけど、そのインターナショナルハウスの新聞用に私は漫画を描いてました。オタッキーです。漫画とか描いてた。その漫画はどこにいたのかな、ちょっと見てみたいけど恥ずかしいよね。私はどのご飯よりもやっぱり和食が好きです。もうロスに引っ越してからその食べたい気持ちがますます出てきたんだけど、本当に食べれる時に和食はいつでも食べたいって思う。12歳まではアメリカにいたので、別にお家に和食があったわけじゃないんです。うちのお母さんがブラジル人だから結構ブラジル料理だったりなんかちょっと工夫したものだったりしてたんだけど、もうね、12歳から今になってやっぱり和食ってすごい食べたくなる。美味しい白いご飯が好き。私はタバコは吸ったことありません。多分これからも、多分じゃない、絶対これからも吸わないです。お酒はあんまり飲まないです。お酒飲むときはお家でこうみんなでワインを飲んだり、あと本当に落ち着く友達とかと一緒だったら、まあワイン飲んだりカクテルは飲んだりするんですけど、ビールは飲めない。あとなんだろう、あんまり強いお酒はなんか別に好まないから飲まないです。あと人生で1回しか酔っ払ったことないです。今まではなかったんですけど、やっぱり結婚式の前の日は女友達みんなでわーってやってたので、その1回だけ、人生で1回だけ酔っ払ったけど、でも別にガーってゲロ吐いたりとかなんか気持ち悪くなったりはしてなかったので、まあ気持ちよく酔ってたかな。寒さに弱い、本当に弱い。もうなんかさらにロスにこう住むようになってますます寒さに弱くなってきて、もう本当に寒いと何もしたくない私はチョコレートが大好きなんです。あと好きな食べ物はポップコーンとかドーナツとか。もし今デザイナーじゃなかったら、私はナース、看護婦またはスチュワーデスになってると思います。看護婦は私は、人の世話するのが好きだからかな、ちっちゃい時から。でスチュワーデスはまあ旅行が好きだからね、なんかいろんなとこ行けそうかなと思って、一時期は本気にスチュワーデスになろうかなと思ってました。生まれて初めての仕事は成増にあったカフェです。1番間カフェで働いてたけどコーヒーは飲めませんけど、日本に帰るとなんかね、日本のカフェラテとかは飲めるかな。コーヒーよりも紅茶ですね。私は紅茶が大好き。私は内職もやったことあります。高校生の時だったんですけど、私はそのバレーボール部に入りたくて、ユニフォームとかなんか必要なものがいっぱいあるじゃない。でその時お金がなかったから、友達のお母さんと一緒に内職をやってました。炭酸ものが苦手なんです。唯一飲めるのがジンジャーエールなんだけど、それが氷たっぷりめじゃないと、薄めて飲まないと飲めない。缶の1本ジンジャーエールとかジュースとか何でもいいんだけど、その缶丸ごと1個は飲めない。
途中まででもうお腹いっぱいになっちゃうから全部飲めない。歩きながらなんか飲んだりするのが、こうやってね、歩きながらこうやって飲んだりするのは苦手なんです。こぼれそうで、苦手。なんかストローとかだったりするとチュチュってできるんだけど、やっぱり飲むときは一旦止まって飲まないと飲めない。私は運転するのが大好きなんです。もう免許を取ったのは日本に住んでる時かな、20歳の時に取りました。日本の教習所で取りましたよ。30万も払って、こっちなんか30ドルぐらい、全然違うよね。旅行が大好きなんです。それが出張でもプライベートの旅行でも本当に大好きなんです。それは多分小さい時から私はいろんな国に行ったり来たりしてたので、もうそれが血の中に入ってて、やっぱりどっか行ったりしないとムズムズしちゃう。パスポートとか持ってない人が意外と多いんだけど、できたら本当にパスポートを取って人生に1回は海外どこでもいいから行ってみて。本当に行くとそこの文化カルチャーが違ったりするから、自分がなんか感じることが全然変わったりするので、本当におすすめです。もしお金あったら行きたい国はブラジルの方です。はい、やっぱりフランスとかも行きたいんですけど、ブラジルの方でちょっとアマゾンとか見てみたいので、いつも旅行行く時って意外と都会なとこ行ったりするじゃない。でもなんかそういう何もない、もう本当にキャンプしなくちゃいけないとか、木が多いとか動物がいるとか、まあ危険かもしれないけど、だからちゃんと分かる人と一緒に行きたいんだけど、そういう経験もしてみたいです。私はホラー映画は見ることができません。もう見るとこんなん私は旦那さんと大好きなテレビ番組を見たりするのが大好きなんです。私と旦那さんが見てるドラマ系の番組が結構あるんですけど、そのドラマを録音して、もう夜寝る前に2人でソファーでこう座りながらその番組を見るのが本当に大好きなんです。その時間ってすごく好き。今週もすぐ始まる番組 Game of Thrones にすごくハマってる。自分ではびっくりしてます。機会があったら見てみてください。 Game of Thrones 最高。動物で一番好きなのはゾウさんなんです。友達のおかげで私はピンクのゾウのおもちゃとか飾るものとかをコレクトしてます。Thank you, カズ。おへその周りになんか指が近づいたりするとすぐお腹が痛くなっちゃう。やめてください。最近アレルギーが見つかりました。死ぬほどのアレルギーではないんだけど、卵と牛乳系がダメなんです。私はコンタクトレンズやメガネを、つけてないと本当に何も見えないんです。メガネ。果物が大好きなんです。最近、ほぼ毎朝果物を食べてます。最近ハマってるのはパインです。私は本当に動物が大好きなんです。犬は2匹飼ってるんですけど、もう可愛い動物見るとキューって可愛いってやりたくなっちゃう。危険、危ないよね。私は雑誌が大好きなんです。もう本当に雑誌をこう読むのが大好きだし、匂い嗅ぐのも大好きだし、持ち歩くのも大好きだし、雑誌に出ている写真とかなんかコラムとかそういうの読むのが本当に大好きで、うちに結構雑誌が多いんです。いつも旦那さんに怒られてます。一番好きな色って言われてもあんまりわからないんだけど、周りを見るとやっぱりピンク系とかミントグリーン的な色が多いかもしれない。髪の毛が一番長かった時はこんぐらいです。あんまり長くない。もっと長く伸ばしたいんだけど、私髪の毛伸びるのがとっても遅くて、しかもこんぐらい伸びるとすぐ周りがフリーディアってショートの方が似合うよとか言われたりするので、結局切っちゃう。
っても長い髪の毛いつか欲しい。私は2月19日生まれなんですけど、それは、水亀座、魚座のちょうどその真ん中の日なんですけど、私は魚座だと思っています。ライブショーを見るのが大好きなんです。もう生の演奏とかみんなでなんか踊ったり歌ったりするのが大好きです。一番最近見たのが、Animal Collective and あとはGrimes。私の若い時はバンドもやってました。ふひひひ。グリズリーです。私はビューティージャンキーです。ビューティーに関するものは何でも欲しくなるし、結構調べるし、結構試して買うし、セフォラに行くのが大好きなんです。最後に、本当に見てくれている皆さん、本当に私は感謝してます。ありがとうございます。皆さんからのサポートが本当にすごい大切にしてるので、本当にありがとうございます。はい、ということでどうでしたでしょうか。こうやって私は自分のことを話してるんですけど、意外と皆さんのことが知らなかったりするので、もう本当にどんどんコメントとかで書いてください。私はこの本が好きとか、魚をさばくのがすごく得意とか、わかんないけど何でもいいのでどんどんコメントください。そしてもっとこういうビデオが見たければぜひ登録もお願いします。最後にタッグしたい人がいくつかいます。YouTube の世界って本当に広いんですけど、私はまだほんのちょっとの YouTuber しか会ったことないので、ちょっとその方たちにタッグしたいと思います。それはみめいちゃん、ぜひ Please show us 50 facts about you。 みめいちゃんのことをもっともっと知りたいので、ぜひぜひやってみてください。そして佐々木あさひさんタッグ、あとは永井るか、そして最後にキレイライフのミキタッグしますよ。その皆さんのビデオ楽しみにしてます。ではでは I'll see you soon。